皆様こんにちは。地理学出身のジオラマ制作担当のアトリエモリジです。今回は道路や歩道などで見かける縁石を N ゲージで再現してみたいと思います。とても短い動画にまとめましたので、最後までお楽しみいただけましたら幸いです。また小物制作の動画をまとめた再生リストを作りましたので、よろしければそちらもご参照ください。まだまだ古い動画が多くって音声解説ではない動画が多いんですけど、少しずつ音声解説でリニューアルしていく予定です。それでは模型化の前に道路の縁石の取材の模様をご覧いただきます。まずは鉄道の駅前の様子を取材しました。駅前の広場と駅前の商店の前のカラー歩道の段差の部分にこのように縁石が設置されていました。こちらは都市部の幹線道路の歩道です。歩道と車道の間だけでなくって歩道のデザインの境目にこのように縁石の敷石がありました。皆様もご存知の通り、歩道は交差点で高さが低くなりますので、交差点の縁石はこんな感じで一段低くなっています。この一段低くなる縁石なんですけど、通常の縁石と低い縁石をつなぐ部分には斜めの縁石が設置されています。コンクリートの色が違うのは後から歩道が低くなったなどで設置位置が違うんでしょうか。ここは模型化したらにやりとしちゃうんでしょうね。この道路の中央分離帯の縁石は歩道に比べて一回り大きなものが設置されていました。ちょっと余談なんですけど、この横断歩道をご覧ください。個人的にはこれ面白いなと思ったんですけど、中央分離帯がある道路の横断歩道って勝手なイメージなんですけど、中央分離帯の部分の一部分が低くなっていて、そこを横断歩道というか歩道が抜ける、そんなイメージを持ってましたので、こういうのもあるんだ、先入観っていけないなと思いました。ちょっとここ気になっちゃったんで他の取材画像を調べてみたんですけど、いやこの通りの隣の交差点の横断歩道はこうなってまして、中央分離帯を切り裂いたような構造になってました。奥深いですね。低めの縁石とかあると思ったらないんですね。こちらは私が毎日通勤で使っていた交差点なんですけど、毎日使って気づかないのかって言われるかもしれないんですが、この道路の中央分離帯の縁石は歩道のものと同じサイズのもののように見受けられました。そしてこの動画を編集してて初めて気づいたんですけど、ここの交差点の横断歩道も中央分離帯が横断歩道の手前で終わってました。中央分離帯が低くなるって246とか限られた事例になっちゃうんでしょうか。これ三軒茶屋の246なんですけど、昔から中央分離帯の横断歩道ってこういうイメージ持ってまして、この中央分離帯の縁石の部分が横断歩道の部分だけ一段下がって低めの縁石が設置されているっていう印象でした。こちらの道路の中央分離帯の縁石は通常の歩道の縁石と同じものになっていました。ちなみになんですけど、この画像は私が札幌に住んでいた時ウォーキング中に撮影したものになりまして、ドーム状の建造物は、なんと札幌市営地下鉄南北線のシェルターになります。歩道によっては車道とほとんど高さのないものもありましたが、高さの差がないものもあったんですけど、車が入らないように縁石を設置の上で内側にガードパイプが設置されています。地方に行くほど歩道と車道が縁石で仕切られているだけの道路を見かけますので、こうした作り分けもジオラマの特性が出せる要素だなって思いました。縁石の切れ目の部分は斜めにカットされたものではなく、このようにぶった切られている場合も多く見られました。このタイプの縁石では縁石の上にデリネーターが設置されているケースも多く見られます。また歩道の縁石は必ずしも左右対称で同じ高さっていう風にはなってないみたいで、左手のアーケード側の縁石は全体的に低いものが設置されています。一方で右手の歩道は一般的によく見られるサイズのものが設置されていました。歩道といえば植え込みのように縁石で囲われていることがありますよね。こちらも模型化すると雰囲気が出そうです。歩道の両脇に縁石がある場合もあるようです。道路がベースの端に来て何作ればいいかちょっと困っちゃったなっていう時とか、こうした表現っていいアクセントになるかもしれません。
この画像本当は水路の取材のものなんですけど、そういえば駐車場の車止めにも縁石がある場合多いですよね。以上で縁石の考察を終了します。それではここからは縁石の製作をご紹介します。準備するものは至ってシンプルで 1mm の角棒と灰色の塗料になります。1mm 角棒をだいたい 5mm 目安でカットしていきます。実はこの 5mm っていろいろ試した結果のなんとなくの最近決めた寸法だったんですけど、今回の動画化にあたりまして調べてみましたら L 型側溝幅が 600mm が多いみたいで、なかなかいい線いけたみたいです。この 600mm ってですね、計算してみると600割る150で 4mm なんですね。意外といい線いってますよね。さてカットを終えましたら、横断歩道など縁石の高さが変わる部分に設置される斜めの縁石を再現するために、カットした角棒をさらに斜めにカットしていきます。このカットはなんとなくの雰囲気で目分量でカットしています。次に 0.5mm のプラ板の上にカットした部材をあてがって同じ幅に切り出していきます。この切り出した部材で横断歩道の部分の縁石みたいな高さの低い縁石を再現していこうと考えています。切り出したプラ板に定規をあてがいまして、縁石になる 1mm のプラ棒の時と同様に 5mm 程度を目安に切り出していきます。カットを終えましたら両面テープを用意して今までカットした部材の全てを貼り付けていきます。次に細長くカットしたプラ板にサーフェーサーを吹きます。私はいつもこのサーフェーサーで灰色の表現をしてますけど、アスファルトのまぶし塗装にも使用するので缶スプレーのものがよくって、そうなると調色された灰色系の塗料管よりも安価でボリュームのあるサーフェーサーにとっても魅力を感じてしまいます。でそのサーフェーサーが乾燥しましたら、今度は調色したエナメル塗料を塗ってウェザリングをします。乾燥したら今度は道路に部材を接着します。ゴム系の接着剤でしたらはみ出しても取り持ちで取れば比較的接着剤のはみ出し跡が残らないので、いつもゴム系の接着剤で接着しています。なおゴム系の接着剤がはみ出したものを取り持ちで取るときにはエナメルの塗料も一緒に剥がれちゃうんで、その時は再び汚すことにしています。横断歩道や駐車場、店舗の入り口など縁石が一段低くなる部分に関しましては、こちらのように斜めにカットした部材を接着して、その脇に 0.5mm のプラ板で作った低いタイプの縁石を接着しました。以上で工作は終了となります。それではここからは実際に製作した縁石の使用例をご紹介してまいります。こちらの作例では縁石の下に細く切り出した 0.3mm のプラ板を接着して駐車場の縁石を再現しています。また少し右側に目を移すと地方でよく見るタイプの縁石を作っています。こちらの作例も地方で見られるタイプの縁石を再現してるんですけど、縁石の上にデリネーターを設置するっていうことで、この場合は縁石 2mm 角棒を使用しています。こちらの作例も地方で見られるタイプの縁石を再現してまして、横断歩道側はこのように斜めにカットした縁石を設置して、そしてこちら反対側にはスパッとかち割った縁石を再現してみました。こちらの作例では横断歩道の中央分離帯の部分の低くなっている縁石を再現しました。またここには歩道の植え込みを囲う縁石を再現しました。やっぱりこうして縁石で囲ってあげると印象が変わってくれます。歩道の交差点部分の一段低くなる縁石を再現していて、夜景だとシルエットがはっきり見えますんで夜景でご紹介します。この斜めの部材は3個で低い縁石に接続するように緩やかに斜めにカットしています。以上で縁石のご案内は終了となります。比較的簡単な工作となりますので、皆様にとって何かのきっかけになりましたら幸いです。今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次回も皆様にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。